私は息子を亡くした後、何とかして息子の様子が知りたいと、ボイスレコーダーアプリでの一晩中の録音を始めました。結果、嬉しいことに複数回にわたって泣き息子の声を録音することができました。ママという一言だけでも、泣き息子の声を聞くたびに、息子はここにいる。消えていなくなってしまったわけじゃなく、別世界に存在しているんだと確信を持つことができました。このことは深い悲しみの中にいる私を少し元気にしてくれました。そして私と同じようにお子様を亡くされた親御さんにこういうことがありますよとお伝えしたくて動画を作り始めました。私がやったようにボイスレコーダーで録音をしたら、もしかしたらお子様が何か声を残してくれるかもしれませんし、または動画の音声を聞いて、うちの子も別世界で元気にしてるんだろうなと思ってくださったりとか、大変おこがましいのですが、お子様を亡くされた親御さんの小さな元気につながったら嬉しいなと思ってきました。そして、私がご紹介したい録音音声は、今回の音声で最後となります。私は息子亡き後、2ヶ月くらいしてから、このような録音を始めました。最初は録音するたびに何かしらの音声が入っていることが多かったのですが、録音を始めて半年を過ぎた頃からは、それも徐々に減っていき、命日を境についに何も入らなくなってしまいました。あちらの世界のことはわかりませんが、なんとなく、泣き息子は、もう次の段階に進む時が来てしまったのかもしれないと思いました。残された者の思いが強いと、亡き人の足を引っ張ってしまって、上に上がることができないという話をよく耳にします。私のもっともっと泣き息子の声を聞きたい、つながっていたいという思いは、きっと息子の重荷になっているだろうなという自覚はこの時点でありましたので、録音することを一旦やめてみました。でもやっぱり諦めきれず、息子が亡くなった年の翌年のクリスマスに、クリスマスだもの、録音してみてもいいよね、と、久しぶりにボイスレコーダーアプリで録音をしてみました。すると、期待通り、泣き息子の声が入っていました。最後に、この音声をお聞きいただきたいと思います。音声は音量を大きくしているものの、それでもまだ音が小さくて聞き取りづらいかと思います。イヤホン装着の上、大きめの音量でお聞きいただけますようお願いいたします。なお、ずっと時計の秒針の音が入ってしまっています。ご了承ください。では、どうぞお聞きください。もう一度。ママの後にあーと言っていますが、聞き取れたでしょうか。もう一度お聞きください。直感的に私はこの声を息子のもうどうしたらいいのかわからないという困惑の声と受け取りました。この声が入った日の数ヶ月前にある霊能者さんに見てもらっていました。その際、私の泣き息子への執着と嘆きが重くて、息子は前に進めない状態で、そうやって悲しんでる姿を見ると、気になって置いていけないよ、と息子が言っていると伝えられました。なのですぐに、息子は、
時が経っても相変わらず執着し続ける私に困惑したのだろうと思ったわけです。さすがに息子に申し訳ないと思いました。でも、そう簡単には息子への思いは手放せないので、せめて、この息子の声が入ることを期待してしまう録音は完全にやめることにしました。考えてみれば、亡き息子は思いのほか、長期にわたってたくさんの声を残してくれ、私を十分に元気づけてくれました。もうこの辺で諦めるべきと、ようやく決心がつきました。これまで私の拙い動画にお付き合いくださった皆様、心より感謝いたします。これが最後と言いつつ、実はまだ録音だけして聞いていない音声がいくつかあります。もし、その中で面白いものがあった際には、またこそっと動画を上げるかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。